こんにちは、ダイアリー11のチェです。私は今、息も絶え絶えになりながらフィリピンの山道を登っています。道案内をしてくれているのはこちら、13歳のソイソイくん。実は今向かっているのは彼のお家なんです。一緒に行くのはフィリピンで活動する NPO 法人イマジナスのメンバー。私たちはなぜ彼の家へ行くことになったのか、その経緯は2023年8月に遡ります。こちらはフィリピンのネグロス島にある NPO 法人イマジナスの活動拠点。ここでとある催しが行われています。Many Japanese people are hoping your kids to study, continue study up to tertiary education, so that they may have different kind of option in the future. Not only studying, but the livelihood, like medical care. Please let us know so that we can discuss, and then we try to support in the future.実はこちらはイマジナスが実施している奨学金制度の支援を受けている方たちです。新学期が始まるときに制服とかですね、カバンとか靴とか、そういうのを新調するんですけども、文房具だったりとか学用品を提供するっていうところ。コロナの時はですね、米と肉と缶詰みたいなのがセットになった、フードキットの配布っていうのをやっていました。それはコロナで小学生がいる家庭というのが困窮度合いが高くなったっていうので、一番そのニーズがある食べ物を直接っていうのはやってましたね。あと交通費ですね。どうしてもそのバイクでないと学校に行けないところに住んでいる子供が結構いるので、そのバイクのガソリン代であったりとかですね、それ運転するのは親ですけどね、それがないと学校に通うのにすごく困難になるっていうふうな状況があって、現地調査の内容に基づいて何が足りてないのかっていうのに基づいて支援内容が決まっているんです。そうですね。はい。高橋さんが代表を務める NPO 法人イマジナスは今からちょうど10年前の2013年に結成されました。当時広島大学の大学院で研究活動をしていた高橋さんは2011年の東日本大震災の際に学生たちを集めて被災地への支援活動を始めました。長くやっぱり続けていかないと復興っていうのはできないので、どうしたら後輩とかにもバトンタッチをして続けていけるかなっていうふうなことを考え始めた時に、学生団体を広島大学の中で作ったんですね。それがイマジナスの前身というかきっかけになった団体です。現在は活動の拠点を世界へ広げ、インドでの児童保護やフィリピンでの教育支援にも取り組んでいます。最初に始まったのが奨学金プログラム。山間部に住む子どもたち、学校に通うのに困難を抱えている子どもたちへの奨学金プログラム、これが一番最初です。今年で4年目なので2018になりますかね。最初から10人なんですね。当時小学 4,5 年だった子どもたちを継続的にやっていて、今中2ですね。その次にその子どもたちの家庭の所得が低いので、それを上げないと教育にもお金を回せないというところで、ものづくりだったりとか仕事づくりの事業っていうのをやり始めました。でこれも同時なんですけど、学校に通うのが地理的に遠いとか、道が悪いとか雨が降ったら行けないっていう子どもがやっぱ結構山の方にいるので、学校があるこういう市街地の近くに寄宿舎を作りたいなと。でそれを支援というか、ネグロス島の子どもたちをサポートしたいというふうに言ってくれる企業会社さんと巡り会えたっていうのがあって、この寄宿舎も進み始めている。その企業が日本の電気設備資材メーカーネグロス電工。創業者の菅谷正夫氏は第二次世界大戦においてここネグロス島での激戦から生還し、あの時の苦しみを思えば今後の人生でどのような困難に出会ってもきっと乗り切ることができるに違いないという思いからネグロスの地名を社名に採用しました。同社ではその縁を大切につなぎ、イマジナスの事業への支援を通して現地サポートを続けています。ネグロス島って山から海にかけてダイナミックに傾斜になってるじゃないですか。登っていくとすぐに山間部に入ると、学生インターンとフィールドワークですね、山の方に
入っていろいろとこう調べたんですね。でこれは何かそのサポートする必要があるなっていうふうに、その時に気づいた。男女問わず、サトウキビの植え付けとか収穫とか、本当に炎天下の中で過酷な労働。しかもそれが出来高制で、これぐらいのそのサトウキビっていうのを何束収穫できたらいくらみたいな風に決められていて、なおかつその収穫の時期っていうところが、メインでお金が稼げるので、収穫が年中あるわけではないですよね。そうですね。なので現金収入っていうのもそんなにやっぱもらっていなくて、ムラがあり、女性がそれをやり続けるっていうのはすごくしんどいところなんですけども、やっぱそれをそうですねやっている。もともとは移民だというふうに聞いています。サトウキビプランテーションが広大に広がっているので、そこに行ったら日銭を稼げるっていうふうな多分情報が当時行ったんだと思うんですけど、そうですね。に日雇いでやってもらうために、そうですね。一番何とかしないといけないなと思ったのは、子供が食べるものがろくにないっていう風な子供がやっぱり複数いて、一部の世帯は学校にほとんど行けてなくて、家の手伝いとか、それこそサトウキビの刈り取りの手伝いとかをしていて、小さな子供は栄養失調でお腹がちょっと出ていたりっていう風な状況で、聞き取りしてみるとやっぱ極度の貧困状態にあるなっていう世帯もその当時もあったんですね。お弁当チェックとかっていうのをさせてもらったことがあるんですけど、お弁当チェック、はい、小学校の子供たちが何を食べてるのかっていうのを一回見せてもらったんですけど、スタンダードはコーンライス、お米じゃなくてコーンライスが入っていて、そこにドライフィッシュを揚げた塊が1個入ってるみたいな。それが食べれたらいい方で、もうコーンライスに塩だけっていうのもあります。さすがにその栄養状態ちょっとやっぱまずいなっていうふうな見てて思いましたね。育ち盛りなんで。後日、現地の中学校に訪問する高橋さんとイマジナスのメンバーに同行させてもらいました。教育省と一応コラボしてやっていて、市の中のいくつかの学校とやり取りをしながら、より緊急度の高い子どもっていうのを選んで、学校とはかなり連携をしてますね。そうですね。今回はこの中学校からぜひ奨学金プログラムを適用してほしい学生がいると連絡が入り、正確な状況を知るためにその学生の家庭を訪問することになりました。それが冒頭でも紹介したソイソイくんです。通学路を把握するために学校をスタート地点として家まで案内してもらいます。普段は徒歩通学ですが、今日は中学校の先生がソイソイくんをバイクに乗せて同行してくれます。基準はいくつかあるんですけども、一つはロケーション、どれだけその学校に通うのが大変か、地理的な要因、世帯収入、どれぐらい年間で収入を得ているのか、その収入手段で、それに対してどれぐらいの人数を養っているのか、そして子どもの勉強に対する意欲。小学校に関しては家からある程度通えるところにあるので、どんだけ山の奥でも。中学校以上っていう風になると距離が全然遠くなるというか、学校数がもちろん小学校に比べて少ないので、先導のバイクを追いかけて走ること約10分。道が険しくなってきました。いやー、もうこの時点で私歩けないなここまででもうちょっとここから先は車やバイクが入るのは難しいので徒歩で向かいます。ソイソイくんのお家はこの山道の先です。まずはひたすら山を下っていきます。フィリピンの伝統的な高床式住居。ここはまだソイソイくんのお家ではありません。水音が聞こえてきました。川がありそうですね。本当だ。
水牛が川の真ん中で涼んでいます。水牛を散歩させていたのはソイソイくんのお母さんでした。腰に携えているのはボロと呼ばれるフィリピンの伝統的なナイフです。政府があの水牛を箸つけて子供が生まれたらこのファミリーがですね、もらえると。それを大きくして農業に使うみたいですね。であれは返すという政府のプロジェクトらしいです。乳牛でもそういう政府のプロジェクトあるっておっしゃってましたよね。そうですね。結構いろんな国でやられてますけど、フィリピンは水牛版ですね。いいですね。さらに先に進みます。さっきまでは下りでしたが、今度は上りです。緑がどんどん深くなって周りもジャングルの様相になってきました。大人の私は息も絶え絶えですが、ソイソイくんは涼しい川で登っていきます。現地の子どもたち、本当にたくましいです。坂道を登り終わって視界が一気に開けました。空が広くて空気がすがすがしいです。ここがソイソイくんのお家ですね。やっと着きました。こちらはソイソイくんのおじさんで、職業は大工さん。今作っているのは竹のベンチだそうです。Di magtinarong na wala pa kaining kuan. Gabangon. Si gabang. 熱帯気候のフィリピンでは、このような竹で組まれた風通しの良い住居が古くから使われてきました。高床式の構造は地面からの熱を防ぐだけでなく、鶏など家畜の飼育スペースとしても活用されています。日本と比べて動物との距離がとても近いフィリピン。ソイソイくんのお家にも犬や猫、そして鶏と子豚がたくさんいます。ここはかなり山奥ですが、この通り電気は通っています。でも目に入る電化製品は電球とテレビとこのスピーカーくらい。冷蔵庫も洗濯機もありません。キッチンは石組みのかまど。焚き木で火を起こします。洗濯は桶で手洗いです。お家の周りは南国の植物であふれています。まずこれはタロイモの葉っぱ。こっちに置かれているのは収穫したキャッサバですね。こちらはモリンガ。90種類もの栄養素を含むスーパーフードと言われています。そして高く伸びたバナナの木。バナナの木は一度しか実をつけないので、収穫するときは木を切り倒します。そしてさらに高いのがココナッツの木。バナナと違って何度も実をつけるので、こうして幹に段を刻んで人が上まで登って収穫します。私たちにも採れたてのココナッツを振る舞ってくださいました。豚もココナッツが好きなんですね。知りませんでした。新鮮なココナッツの果肉はほんのり甘くて食感がプルプルしています。果汁は天然のスポーツドリンクと呼ばれるほど栄養価が高いそうです。一家の主な収入源はソイソイくんのお父さんとおじさんの大工仕事の収入。大工の仕事がないときはルンポイというタバコの原料になる葉っぱや収穫した果物で作ったドライフルーツをマーケットで売っているそうです。
ソイソイくんも料理や洗濯、家畜の世話、兄弟の世話などお母さんの家事を手伝っています。本来です。 Corn rice yapon. Susaging amo ng saptag itlog. Ah, okay. So there's a like that one, sir. That's the puso, like the heart of the banana. banana. Yes. They will. Yeah, I like that one. They will put egg and fry it. They can get egg, right? Naano mo yung egg dire? They have egg They have egg. from there, yeah. Can I ask how many egg they can get in 1 week? Pila man ka itlog mo, sir? Di man kada adlaw 10 pag or 12 or less. When was the last time they took protein Yeah. aside from egg? Kanus alan lang last time ninyong nakakaon mo karne. What day last week, ma'am? Saturday. They go for a birthday party. They went outside for birthday party. I see. Normally they don't really have they don't really eat meat unless the neighbor will kill pig and then they will say they're selling. They will Do they have a chance to get dry fish? Or dry fish all the time, no bulad. If they go to the market, sir, like in town Gita. Samongita, they can buy. They go to Okay. the market once a month in Once a Samongita. month. Kanus aman last time, ma'am? Last month they have like balatong. That's not the mung beans. It's another kind of beans. But when it's finished, they don't eat anymore. インドとかでも同じように調査をすることがあるんですけども、ちゃんとまず食べれているのかっていうところは一番聞かなければいけないというか、事実を知らないと何もしようがないので、その時に、日本人もそうかもしれないですけど、毎日何を食べてるのかってかなりプライベートなことなんで、あまりいいものを食べれてないっていうことをいきなり外から来た人に多分言いたくないと思うんですよね。サポート何ができるか考えるために聞かせてくださいっていうことはもちろん言うんですけども、なかなか特に家の子供は学校で昼食を満足に食べれてないっていう情報がもうだいぶ前から来てたんで、そうなんですね。実際どうなのかっていうのはやっぱり本当に知らないといけなかったので、かなりもう込み入った質問の仕方をしましたね。Things for the kids like shoes, they will sell. But nowadays, pig is very cheap, so they don't normally sell. How they get mother pig? Sa laing tawo. And then inyo na ni. They taking care of the pig from the other owner. Children normally like give part. They sold banana? Last month lagi. If they don't need any cash for the children, they just Eat. all normal. But for him, he was sent to hospital. He did not cry. I see. After that, they don't have any experience of. No sick, no No, injured? they're just drinking herbal, any leaves around here that they know it's like medicine. Pero inyong kaon, okay ra ninyo. If they are sick, that's the most difficult. 病気をした時とか、もう病院に急に行かなければいけなくなったりとかっていう時に、パッて行けないと。だから乳幼児が死んでしまうとか、治るはずの病気が、処置が遅くなって、治らなかったりとか、収入が少ない生活基盤っていうのが、安定してないっていうので、フィリピン国内で例えば政府からの援助みたいなものが、いくつかあるんですけども、根本的な彼らのその生活水準を上げるっていうことにはあんまりつながっていないことが多くて、年単位とかで申請をして1年間は例えばその教育に関する何らかのサポートを受けられるって、そういうその制度っていうのはいくつかあるみたいなんですけども、じゃあ来年大丈夫なのかとか、再来年大丈夫なのかとか、新しい子供生まれてきたらどうなるのかとか、やっぱり依然として大変だっていう家とか。Magkapuyan ba ko nung kamantok school? Yes. Una baka kasabot ka da? Kuan, if it's raining, I thought if I absent or not. But if it's a clear day, no, I don't. Which subject do you like? Math. Wow, I hate math. Why do you like math? Because it's kind of train my brain in solving some problems. He's actually an honor student. Honor student. Wow. Asa niliwat, ma'am? They're happy because
all their hard work is paid off. What do you want to become? Want to become a coast guard Coast Guard. Wow, why? so I can go to beach. You live in mountainside, but you like beach. So I can protect the people who will swim to the beach and will be drowned. Can you swim? Konti. Do you like school? Yes, of course. Why? So I can reach my dreams. I think Soy Soy will really reach his dream because Soy Soy is not person that only thinks of himself, but he is a person that also thinks of his family's future. He said also he wanna help other people. Yes, Soy Soy is an awardee of a conduct award, meaning maka-Diyos, makatao, makalikasan, makabansa. These are the core values of the DepEd. He has all that. I really think that you will not regret giving Soy Soy the chance to become your scholar because he deserves more than 100%. He's studying very hard and then good score, so yeah, I really want to yes help. Yes. Yes. 社会問題としての貧困を抜け出すにはなってやっぱり教育を適切に受けていい職についてまっとうな賃金を得るっていうのがよく私が聞く話なんですけど、しっかり教育を受けれて自分で頑張れば最低限の生活を得られるような職に就くっていうことが可能な状況なんですけど、それすらも現状はまだ難しい。それはね、私たちも、調査したり、実際その奨学金事業をする中ですごく問われるというか、学校にとりあえずアクセスできるようにサポートしたりとかしますと。じゃあその先に子供たちに何があるのかっていうのはやっぱりすごくいつも考えさせられるんですけど、ネグロス島に関して言うと絶対的に一定給を得られる職に就くっていうこと自体が簡単じゃないと。ネグロス島自体に職が少ないですね。日本でいうそのサラリーマンというか毎月その月給をもらえるっていう風な職に就くパターンっていうのは結構一握りの人たちで、ほとんどは日雇い労働であったりとか、それこそそのトライシクルのドライバーであったりとか、やっただけ稼げる形態の働き方してる人がほとんどですけども、じゃあ教育を受けたらどうなるのかっていうのが高卒までいかないと少なくともその月給を得られる職にはつけない。ここ卒業さえしとけばそのチャンスが来た時に職が得られると。でも現実はやっぱ厳しくて、今やっぱりカレッジとか大学に進学する子供の数ってすごい増えてるらしいんですよ。だからものすごく入りにくくなってるらしくて、競争率が高くなってる。そうですね。じゃあ大学カレッジ卒業したら職得られるかっていうと、そこもやっぱりすごく過酷な競争らしくて、日本と比較した時にフィリピンって貧困層と富裕層の差が日本のそれよりもはるかに広いなとよく感じるんですけど、そもそも中間から富裕層の間でそれだけ競争率が高い中に貧困層の子たちが入り込むっていうきついですね。やっぱり義務教育っていうのはそこまでやっぱりちゃんと教育を受けてくださいという政府からの指針なので、子供が将来そのいろんな選択肢を得るとか、読み書きそろばんだけではなくてしっかりと考えて生きていかなければならないので、そのやっぱり思考力を身につけるとかっていう意味でも義務教育は終えているっていうのはやっぱベストですよね。基本的にはこの子供たちっていうのがカレッジとか大学に進学しなくてもそれは全然いいかなっていうふうに思っていて、何かその自分でやりがいのあるものっていうのを見つけられる、選択肢が目の前にあるっていうふうな状況を作っていきたいなっていうのが一番ですね。イマジナスへ戻ると2人の日本人に出会いました。大学4年生のさくらさんと大学2年生の琴葉さんです。兄弟のお二人はイマジナスのインターンとして1ヶ月ここに滞在しています。今入っているゼミっていうのが、国際教育に関わるものが結構多くて、で僕も国際的に関われたらなとか。もともと中学生ぐらいの時から絶対1回は留学に行きたいっていう目標があって、僕が行くから一緒に来ないって言って
て、じゃあ行くっていうこリファイ自体は初ですか？とで、これで初めてです。初ですか？はい。びっくりしたのは燃えるゴミはそのまま家で燃やしてるとか、日本とはシステムが違うところ、トイレに水が流せない。あ、それはありますね。びっくりしました。最初の1週間ぐらい全然慣れなかった、今は全然フィリピンの方たちがすごく優しいというか、気さくに話しかけてくる感じは全然日本と違うなって思いました。僕は今奨学金プログラムの抱えている問題の一つとして、小学生たちがパソコンがなかなか使えないという、オンがどこなのかとか、その調べ方がどうとかいうのも全くわからない状況、学校からの課題としてそのワードを使うって課題を出すというものがあるんですけど、一応こちらの NGO のところでパソコンを自由に使っているということになっているんですけど、ほとんどスタッフが付きっきりでやっているという状況なので、かなりそれはハードワークかなと、スタッフにとって。なのでそこの緩和としてチュートリアルビデオみたいな動画を作成していて、例えば How to search とか How to save image みたいに動画をそれぞれ作って、で実際その動画を見ながらパソコンでやれるっていう風なのを作ろうとしてるっていう感じです。同じナスが今クラフトチョコレートを作っているということだったので、まずカカオ農家さんにインタビューして、何が今問題なのかとか、どんな感じで収穫してるのか発酵してるのかとかっていうのを聞いて、カカオの実の内側だけを害虫が食べてしまうっていう問題だったので、オーガニック農薬実際に500ミリリットルだけ作ってみて農家さんに渡して、今試作品をスプレーしてもらっているっていう感じで、インターンプラス留学って感じですかね。そうですね。1日4コマで、1週間。先生たちの言葉が聞き取れるようになってきたっていうので、喋るのはもうちょっと必要かなって思うんですけど、聞く耳はだいぶ養われてきた気がします。海外の人と喋るのもそんな初めてで。なんか戸惑わなかったですか？緊張したり。緊張はありましたけど、やっぱでも話さないと進まないので、何もやっぱそこはちょっと一歩踏み出しましたね。なるほどなるほど。日本からの、大学生とか高校生とかをインターンとして受け入れたり、ベッティに留学してくる親子たくさんいるんですけども、現地の子どもたちをサポートしていくっていうのがよりたくさんの日本人に知られて、でその日本人も何かアクションを一緒にしていってほしいなっていうふうに思っていて、例えば親子留学に来ている子供だったら食べ物とか食料の問題を考えるっていう時に、ここでは満足のその食事っていうのは提供されているけども、それを満足に食べられていない子供っていうのが、すぐ近くにいて、そういうのを日本の子供とか人々に身近に感じてもらって、じゃあ一緒にそれを解決していかなければならないなっていう風にやっぱりなってほしいし、そうすべきだと思うんですよね。日本人が違う国の人々と生きるとか、サポートするっていうそのハードルを、ここを通じてどんどんなくしていきたいというか、その中で多分そのフィリピンとかネグロス島の人々の良さとか、彼らの強さ、日本人が持ってないようなものっていうのが見える一瞬っていうのがあったりしたりすると思うんですよね。国際協力って言ったらお金を持っている国がそうじゃない国を支援しているっていうイメージが強いんですけども、僕はそういうのを払拭していきたいというか、将来的にやっぱりみんなが幸せに生きていくためにはまずお互い知らなければいけない、一緒に何かをやっていくっていうのが大事だっていう、そういう場にここがなったらいいなと思うので、どんどん来てほしいなと。彼らは確かに現金収入が少なく、高校卒業まで学業を続けることが困難で、将来や不測の事態に備えることのできない不安定な暮らしを送っています。でも一方で、自然と共生し限りなく自給自足に近い素朴でたくましい生活の中に、現代の日本にはないある種の豊かさも感じます。日本人にぜひ知ってほしいなという強さ。もうダントツで楽天的オプティミスティック、take it easy なマインドセットっていうか、もう生き方ですよね。日本みたいに冬がないんで作物っていうのが生えるんで、フィリピン一般的には食べ物とかに関して豊かなので、やっぱり人々って
そんなにその危機感がないというか、なんとかなる、お金がなくても今日楽しかったらいいっていう、それ日本人はその考え方は多分絶対できないんですけど、明日とか来年のためにやっぱ備える人たちなんで、でもそれがために日本人は今を楽しめていない。フィリピン人って今日楽しんで今日持ってるものをできるだけたくさんの人に共有するっていう、なんかすごい尊敬すべき、自分たちにはなかなかできないような考え方とか動きをする人たちなんで、それにやっぱり日本人触れてほしいし、こんなその考え方の人たちが日本からね、飛行機で4時間のところに住んでるんだっていうことを知ってほしいですね。究極的にはフィリピンという国、ネグロス島の良さっていうのを日本の人に知ってもらうっていうことで、フィリピン人と日本人だけじゃなくて、全世界の人と平和に共に生きていく何かそのヒントとかきっかけっていうのが見つかればいいなっていうのがもう一番ゴールですよね。何年かかるか分からないんですけど。高橋さんはここネグロス島で地産のカカオを使ったクラフトチョコレートの開発事業や日本人を対象とした語学学校の運営にも取り組まれています。それはまた別の動画でご紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。